ようこそアズバロガレージクラブへ。引き続きホンダトデイ AF61 の修理です。今回は駆動系の分解清掃を行います。まずはフレームとベルトケースをつないでいるチューブを外します。相変わらずですが泥が詰まってます。ベルトケースのカバーを外します。ボルトは全部で6本。1本だけ長いものがあります。ケースカバーオープン。オイル汚れではなく泥汚れです。プーリーを外します。緩みません。クラッチ側を緩めます。緩まない。それどころか泥が落ちてきた。うわ、ひどいな。工具を変えてクランクは 17mm のナットです。クランクを傷めないようゆっくり力を加えます。緩みました。ソケットを変えてクラッチ側は 14mm。 ゆっくり回していきます。緩みました。プーリーを外していきます。ナット、ワッシャー、スターターラチェットを取ります。ドライブフェイス、大きな錆はないですね。クラッチアウターを取ります。オープン。予想通り泥が詰まってます。続いてベルトとクラッチ。泥で汚れてますね。ムーバブルと言います。ウェイトローラーがこぼれないように引き抜きます。オープン。ここも泥が詰まってますね。ローラーの状態は良いです。クランク側のオイル漏れなし。ドライブ側も漏れなし。セルモーターのカバー外します。オープン。泥が詰まってますね。スターターピニオンギアも泥まみれ。いやー、ひどいですね。では各部品洗浄していきます。まずはランププレート。セルモーターカバー。ドライブフェイス。ナット、ワッシャー、スターターラチェット。スライドピース3個。ドライブフェイスボス。ウェイトローラー6個。ムーバブル。
バーは減りも少ないので再利用の予定です。スターターピニオンギア、中に泥が入っていると思われるので回しながら洗浄。チューブ、蛇腹になっていて洗いにくいです。各部品を拭き上げていきます。きれいになると気分も上がりますね。続いて大物のベルトケースのカバー、キックペダルを取ります。 10mm のボルトを外して隙間にドライバー刺してブニブニします。固着を取ってグイッとペダルを引き上げます。ここも泥が詰まってます。クリップがあるのですが穴が埋まってます。歯ブラシゴシゴシ、クリッププライヤー使ってクリップを引き上げます。取れました。ワッシャーを取ります。カバーを裏返してスタータードリブンギアのクリップ取ります。スタータードリブンギアのクリップが取れました。続いてキックスピンドルを外します。リターンスプリングを外して引き抜きます。泥がこびりついています。部品を洗浄していきます。クリップ、スタータードリブンギア、ギア溝をきれいにします。キックスピンドル、こちらもギア溝をきれいにしていきます。リターンスプリング、キックペダル、引き上げていきます。ベルトケースの洗浄、クラッチ側は比較的きれいです。
ーバブル側は汚れがひどいですね。洗い流していきます。隅っこを歯ブラシゴシゴシ。パーツクリーナーで洗い流します。ビフォー、アフター。エンジン側を清掃します。まんべんなく泥汚れです。エアブローします。さすがにガレージ内ではできないので外作業です。雪降りました。オイル汚れが少ないのでほぼエアできれいになりました。ビフォー、アフター。クラッチを分解します。フラットナットにマークしておきます。穴に泥が詰まってます。クラッチコンプレッサー使います。しっかりと固定します。固定ができたらフラットナットを緩めます。プラハンでトントン。緩みました。マークを消さない要注意です。コンプレッサーを緩めていきます。いきなり外れないようにゆっくり慎重に作業です。クラッチ外れました。センタースプリング。トルクカムの動きは良いです。トルクカムのシールカラーを温めます。優しくドライバーを刺してシールカラーを持ち上げます。一気に刺すとシールカラーが変形する可能性があるので注意です。シールカラー取れました。ガイドピン取ります。全部で3つ。ムーバブル取ります。また
たまた部品洗浄。シールカラー。ガイドピン。トルクカム。ベアリングは大丈夫そうです。ムーバブル。オイルシールと言います。オーリングも取って洗浄。センタースプリング。きれいになりました。クラッチを分解します。3箇所のクリップ、ワッシャーを取ります。クリップとワッシャーが取れたら、ドライブプレートの真ん中をトントンします。クラッチシューが浮いてきました。クラッチシューが外れました。泥だらけですね。泥を落としていきます。おおむね駆動系の分解と清掃ができました。長くなったので今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。